ちは。今回はプラントルームツアーボリューム2ということで、まずはキッチンからになります。ダイニングルームを抜けると、こちらキッチンですね。でまずこのスペースなんですけれども、ヌックと呼ばれるスペースで、キッチンのだいたい今横にあるんですけど、一応テーブルが置いてありますが、このテーブルは、はっきり言って、物置になってしまっているんですけれども、普段、水やりをしたりとか動画を作ったりとか、キッチンで準備することが多いので、その時に使うものなんかを、置く場所になっています。テーブルの右側にはドレッサーがあります。このアンティークドレッサーなんですけど、売り買いのアプリで見つけたものです。汗具合がすごく気に入っています。でも一番上の引き出しなんですけど、開かなくて使えないです。でもそれ以外の引き出しには、植物関係のものをいろいろと入れています。ドレッサーの上に飾っているポスターなんですけど、これは90年代にとても人気があったフレンズという番組があって、その、中に出てくるキャラクターモニカのアパートにあったポスターと同じものを、Amazon で見つけて、それをフレームに入れて飾っています。ドレッサーの上の植物は結構いろいろ変わってきたんですけど、今はこのスキンダプサスでしばらく埋め尽くされていますね。本当によく育ってくれていて、もう見てるだけで幸せな気分になります。ハンギングしているジグザグカクタスは土で育っているんですけれども、フレンチドアの左側にあるこちらの方のジグザグはレカで育てています。その横にあるパキラなんですけど、2018年に友達にもらったものがここまで大きく育ちました。3倍ぐらいになったかな。でパキラの上にちらっと映っているものなんですけれども、この、室内で野菜とかハーブとかを育てることができるこういうキットがあって、今これでね、ハーブとか植物とかをね時々育てているんですけれども、今はなんだったっけな、パセリとかパクチー、ディルとかを育ててますね。上に育成ライトがついているからよく育つんですね。でなのでその前にはいろいろ水差ししているものとかもごちゃごちゃと何かいつも置いてますね。なのでキッチンのスペースだけど植物スペースみたいな感じになっちゃってます。そしてこの景色、私の大好きな景色です。窓の右側にハンギングしているこのバスケットは IKEA のものなんですけれども、いつも何かしら垂れる、植物を飾ってます。その下にあるのはオキサリス、毎年バッサリと切ってまた新しく、剥がれてくるようにしているんですけれども、この動画をね作った後にもねまた、今年も切ったんですよね。毎回切るたびにどんどん大きくなっていく気がします。で、このキッチンのシンクの前の窓のところには自分が結構気になっている植物を置いてるんですけど、今はこの、サキュランツ、多肉植物、ハートの形をした葉っぱの可愛い多肉植物なんですけど、去年ね冬の間に大きいものを、分けたんですよね。でそれを飾っています。でシンクの左側にはですね、この猫の可愛い鉢に入ってる、
ストリング・オブ・パールズとかその他いろいろこれも多肉植物系、あとミリオンハーツの水差しとか、これもその時によっていろいろ変わるんですけど置いてます。でこの猫のアーチすごく可愛いですよね。これはトレーダー・ジョーズで、買ったものです。もともと何か違う多肉植物が入ったんじゃないかなと思うんですけど、このストリング・オブ・パールズをね入れてよく育っています。キッチンは実は数年前にリノベーションしていて、その時のこだわりがあって、シンクはこの大きなファームハウススタイルで、左側のファセットは浄水器につながっていて、シンクの下にこの浄水器が設置してあります。これは日本のフジウォーターという会社がカリフォルニアにあって、その会社の人に設置してもらいました。年に1回フィルターを買いに来てくれます。植物に水をあげる時の水もこの浄水器の水を使っています。このシンクの左側のスペースをよく使って私は動画を作ってます。でその左側には実はコーヒーを作るコーナーがあって、マグカップが入ってる棚、これは旦那が作ってくれたものなんですね。4つぐらいマグが入れられる棚が欲しいから作ってと言ったらすぐに作ってくれました。結構ハンディマンなんですよね。マグの棚の左側にあるクッキーって書いてあるクッキージャーなんですけど、これもさっき出てきたフレンズっていう番組のモニカのアパートにあったのと同じものを Amazon で買いました。結構私こういうの好きなんですよね。私はコーヒーは豆からひいてドリップ型のコーヒーメーカー使うのが好きで、今使ってるのはこのハリオっていう日本のものを使ってます。 Amazon で買いました。コーヒー豆ひいてコーヒー作るとすごくいい匂いしませんか？すごい癒しの時間なんですよね。この、コーヒーを作りながら窓から外眺めて、ハチドリ来ないかなとかいつもやってます。はい。そしてこのホヤ、日本語名はホヤプビカリクス、言いにくいなんですけど、母株がこのドレッサーの上にある子で、それをカッティングして自分で増やしたものなんですけれども、レカで育っています。すごくね、どんどん育って窓の横から上へと今天井にもうついてしまいました。私はいつもコーヒーは豆乳で飲むんだけど、今日飲んでるのはこのタイプ。いつもは実は、トレーダー・ジョーのこの豆乳使ってます。フォームにしてね飲むのが好きなんですよ。なのでこんな感じで美味しそうじゃないですか。こんな風に飲みます。皆さんはどんな風にいつもコーヒー飲んでますか？冷蔵庫の左横のスペースにはまずこの IKEA のカートが置いてあります。黄色かったものをスプレーペイントでグリーンにしたんですね。上の部分には水差ししているものなどを置いていて、下の部分にはドリンクのストックを入れています。でその IKEA のカートがあるその後ろにはコンソールテーブル、これは Facebook マーケットで見つけた無料だったものをちょっと自分で色を抜いたものになりますね。でその上にもいろいろと植物置いてますね。この窓は、東向きになります。はい、キッチンを全体的に見るとこんな感じになります。この大きなアイランドでは、食事もするし、植物の、水やりをやったりとか動画を撮ったりとかいろんなことをしています。そしてキッチンのさらに奥
に来ると、ここがリビングスペースになります。グリーンのねカウチは、去年だったかな、2年前だったかなに買ったもので結構新しいんですけれども、これはですね、普段実は、こんな風には立ってなくて、後で見せますが、犬たちがね座るスペースになっちゃってるんですよ。でこの椅子何と思うかもしれませんが、最初に出てきたヌックにあったテーブル、植物のものとかいろいろ置いてる、あそこに置いてあるテーブルの椅子で、なんでここに置いてあるかというと、実は、うちのワンコちゃんがですねちょっとヘルニアがあって、このねカウチからねジャンプしちゃうんじゃないかっていうね心配があってね、椅子を置いてねガードしてるんですよ。はい。で、このリビングなんですが、この窓がね先ほどのコンソールテーブルがあったのと同じ東向きの窓、そのまず左側には IKEA のキャビネットが置いてありますね。でその、横に右横には、植物、そしてその隣には、これデイベッドなんですけれども、塔のデイベッドを、カウチ代わりに置いています。でそこから右にぐるーっと回るとキッチンが見渡せるという感じですね。でこのリビング実際の感じは本当はこんな感じ、グリーンのカウチはブランケットでカバーされています。普段はここに、水差しのものとかを飾っていたんですけども、最近はね水差しはここに移動したんですね。IKEA のキャビネットの上に、育成ライトもつけて、この小さなスペースを作ったんですね。すごくよく育ってくれます。キャビネットの右側にスペースにある植物たちは、まずこれがフィーカス、ティネケ、ルービー、そしてバーガンディだったかな。レガですごくよく育っています。でその後ろにあるのがフィロデンドロン、フロリダゴーストなんですけども、IKEA のキャビネットの中では湿度が好きなタイプの植物を育てています。で、上にはハンギングプランツで、これはタイコンステレーション、斑入りのモンステラです。これもねレカでねすごくよく育っています。このスペースは IKEA のキャビネット、その横にバンブーの棚、その横に同じような塔の、プラントスタンド、そして塔のデイベッドっていう感じでね、ナチュラルな感じのテイストにしています。そしてリビングの右側に2階へ上がっていく階段があります。奥に、セッティングエリアがありますね。
階段の横の壁にはギャラリーアート風に写真を飾っていて、植物も飾っています。これは、マーブルクイーンですね。マーブルクイーンポトス、レカで育てています。階段からリビングを見渡すとこんな感じです。そして階段を上がっていくと下にエントリーが見えます。そしてエントリーからシッティングルームで、その先にはダイニングルームがあります。2階のマスターバスルームです。このスペースはインスタグラムでもよく写真や動画が出てきますよね。大きな窓は南向き。その窓の横にお気に入りの丸い棚が飾ってあります。ここにあるね、植物は本当にね、よく育っています。右側には、あまり種類はないんですけども、ランがありますね。こちらの丸い棚には、垂れる植物、ハンギングするタイプの植物を飾っています。一番上にあるこのミリオンハートは本当にね、よく育っていてお気に入りです。このエキゾジカは、増やしたものの一つ、たくさんあるものの一つですね。右側にはストリングオブハーツ、そして左側はストリングオブ、スペイドですね。そしてこのカンガルーファンは2020年から育てていますが、もう多分3倍ぐらいの大きさになったかな。すごくよく育ってくれています。右側のアスパラガスファンは、育っているけどちょっとわさわさ感が少ないかな。ちょっとカンガルーファンに比べると育てるのが難しいかもしれないです。そして、バスルームの左側から入っていくとベッドルームなんですが、このコーナー、ですね、この窓の下にある本棚は、旦那さんの DIY 手作りです。右側の本棚も手作りです。大きな、スネークプラント、シンサベリアがありますね。この本棚を作ってもらった時にはビルトイン風にしたかったんですよね。この本棚を作ったことによっていろんなものを置くスペースができたんですよ。実は私、こういった石とかクリスタルとかも好きで集めているんですけど、このコーナーはその、石を飾るコーナーになっています。このハンギングしている、プラントスタンドみたいな感じのもの、これは壊れたベッドの一部を使って私が DIY したプラントスタンドなんですけれども、一番上には我が家で一番長いフィラデンドロンハートリーフが飾ってあります。そしてその横に重ねてある本の上にあるのも実はフィラデンドロンハートリーフ。ちょっと今かわいそうな状態ですが復活中。ベッドルームからバスを見るとこんな感じですね。このコーナーはね、本棚をつけたことによって本当に雰囲気が変わったんです。すごく気に入っているコーナーです。ということでプラントルームツアーボリューム2いかがだったでしょうか。キッチンが結構メインな内容になったと思うんですけども、このキッチンはね、本当に私にとってかなりこだわりのあるキッチンで、普段、一日を過ごすことも多いのがこのキッチンなので、自分にとって、過ごしやすい居心地のいい場所にしたいなと思って、こういう形になってきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。